今日の主役は私鉄の経営モデルの原型を独自に作り上げた実業家小林千蔵だ。皆さんも当たり前のように知っていることを作り上げた。それは何なのか。銀行員からまちづくりと娯楽を動かす存在へ変貌した異質な人物である。それでは前半をどうぞ。晴れた日には晴れた日の商売をし、雨の日には雨の日の商売をする。この名言は彼の生き方そのものだ。状況に合わせて動きを変える柔軟さが彼の事業を支える大きな武器になっていく。なぜこの言葉が多くの人に残るのか。変化の中で立ち止まらず進む姿勢が見えるからだ。小林千蔵は山梨県甲府の商いをやっていた家に生まれ、幼い頃から本を読み、世の中の仕組みに興味を持つ少年だった。しかし家の経済は次第に傾き、かつての余裕は失われていく。その変化の中で彼は学ぶことだけは手放さず、知識が未来を変えると信じていた。青年期、彼は三井銀行に入り、都市の動きや人の流れを数字の裏側から眺める立場になる。銀行員としての仕事は安定していたが、彼の心にはどこか物足りなさが残っていた。目の前の帳簿だけでなく、街そのものがどう変わるのかに興味を持ち始める。そんな時、阪神間の開発計画に触れる機会が訪れる。当時の阪神間はまだ都市としての魅力が十分ではなく、だが逆に言えば未来の余白が大きい場所でもあった。小林はその余白に可能性を見て、新しい暮らしの形を作れると感じた。銀行員としての安定を続けるか、未知の事業へ踏み出すか、その選択は彼の人生を大きく分ける転機になっていく。彼は安定を捨てる決断をし、鉄道事業というリスクの高い分野へ飛び込んでいく。しかし彼の発想は線路を敷くだけでは終わらなかった。鉄道は人を運ぶだけでなく、暮らしと楽しみを結ぶ動脈だと考えた。だからこそ彼は沿線に住宅地を整備し、新しい暮らしの場を作ろうとした。鉄道会社が住宅を売るという発想は当時としてはかなり異例とされる。だが小林は線路の周りに人が住み、暮らしが生まれることで鉄道も街も育つと考えた。その視点は単なる交通事業者ではなく、都市の設計者としての一面を彼に与えていく。さらに彼は人が動く理由の中心に娯楽があると感じていた。そこで目をつけたのが、後に宝塚歌劇団へつながる構想だ。温泉地として知られた宝塚に、家族で楽しめる大規模な娯楽施設を作ろうとしたのである。その中で生まれたのが、女性だけの歌劇団という発想だった。当初は温泉地へ人を呼ぶための余興に近い存在だったが、やがて独自の文化へ成長していく。当時の価値観では大胆で、一部からは奇抜だと見られたかもしれない。だが小林はそこに新しい時代の空気を感じていた。女性が舞台の中心に立ち、華やかな世界を作り上げる姿は、社会の変化を象徴しているようにも見えた。宝塚の舞台はやがて多くの観客を引きつけ、阪急沿線に独自の文化的な色を与えていく。鉄道で人を運び、沿線で暮らしを支え、舞台で心を満たす流れが生まれていく。その一連の動きは、彼が描いた生活全体のデザインだった。ここで重要なのは、彼が最初から完璧な計画を持っていたわけではない点だ。晴れの日と雨の日で商売を変えるように、状況を見ながら形を変えていった。住宅の売れ行きや観客の反応、時代の空気を読み取りながら事業のバランスを調整していく。その柔軟さが彼の強さでもあった。一方で彼のやり方には大胆さもあり、鉄道会社が劇場を持ち、歌劇団を運営する発想は、当時の常識から見れば異端とされる。
だが小林は常識の外側にこそ新しい商売の種があると感じていたのだろう。彼は数字だけでなく人の表情や空気の変化を見ながら事業の方向性を決めていくタイプだった。だからこそ阪急沿線には他の鉄道会社にはない独特の文化が根付いていく。朝は通勤電車が走り、昼には買い物客が行き交い、夜には劇場の明かりが灯る。そのリズムの中で人々の一日が流れていく。小林一三はそうした日常の風景を一つの作品のように捉えていたのかもしれない。彼の事業は利益を追うだけでなく、生活そのものを豊かにしていくことを目指していた。もちろん全てが順調ではなく、不況や社会情勢の変化の中で計画を見直す場面も多かった。それでも彼は晴れの日と雨の日の商売を切り替えるように、事業の形を柔軟に変えながら進んでいく。その姿勢は後から振り返ると、危機の中で生き残るための技術だったとも言える。ここまでで見えてくるのは、無名の銀行員が鉄道と街と娯楽を結びつける存在へ変わっていく過程だ。そこには常識に従うだけではたどり着けない発想の飛躍と現実を見つめる冷静さが同居している。そしてまだ物語は途中に過ぎない。彼の人生にはここからさらに大きな転機が待っている。彼がどこで常識の外側へ踏み出したのかが見えてくる。鉄道と住宅と歌劇団を一体で考える発想は今聞いても異常なスケールだ。それでも彼の中では自然な流れとしてつながっていたのかもしれない。後半をどうぞ。小林一三の物語はここからさらに深い領域へ踏み込んでいく。彼の視線は街づくりを超え、文化と産業の未来そのものへ向かい始める。後半を象徴するのが彼のもう一つの名言だ。金は貯めるものではない、使うものである。この言葉が彼の後半生を貫いていく。お金は眠らせるのではなく、社会を動かすために循環させるべきだと考えていた。この思想は彼の事業の広がりを理解する上で欠かせない。そして彼は映画という新しい文化の力に気づき始める。当時の日本映画はまだ発展途上で、娯楽としての地位も確立していなかった。だが小林は映像が人の心を動かす力を感じ取っていた。舞台とは違う形で物語を届けられる。その可能性に強く惹かれていく。こうして彼は映画事業に踏み出し、後の東宝へとつながる基盤を作り始める。当時の映画はまだ新しい娯楽だった。成功を保証する材料などどこにもなかった。それでも小林は映画が持つ可能性を信じていた。映画館を整備し、人材を集め、興行の仕組みを整えながら映画文化そのものを育てていく。やがて東宝は数多くの作品を送り出し、日本映画を代表する存在へ成長していった。宝塚歌劇で得た経験は映画という新しい舞台でも生かされていく。鉄道会社が映画事業まで行うことに疑問を抱く人も少なくなかった。だが小林は迷わなかった。金は使うことで価値を生む。その信念が彼を前へ進ませていた。さらに彼は映画と鉄道を結びつける発想を持つ。鉄道で人を運び、百貨店へ人を呼び、劇場で心を動かし、映画で物語を届ける。それぞれを別々に考えるのではなく、一つの流れとして捉えていた。その後も温泉、遊園地、野球場など娯楽施設の整備を行い、日本最初の田園都市構想を実現した。人が集まり続ける仕組みそのものを作ろうとしていたのである。その発想は後に阪急百貨店の発展や
宝塚歌劇の成長にもつながっていく。一つの事業が別の事業を支え、全体が成長していく構造だった。そして彼の挑戦は文化だけにとどまらない。小林は政界へ足を踏み入れ、昭和初期には商工大臣として国政にも関わることになる。民間企業の経営者として培った経験をもとに、日本の産業をどう発展させるべきかを考えた。現場を知る経営者が国政へ入ることは当時としても珍しいことだった。しかし政治の世界は事業ほど単純ではない。多くの利害が絡み合い、思うように進まないことも多かった。それでも彼は産業の発展なくして国の成長はないと考えていた。やがて時代は不況と戦争へ向かい、日本社会そのものが大きく揺れていく。多くの企業が苦境に立たされ、人々の暮らしも変化していった。その中でも阪急は生き残り、宝塚歌劇も歩みを止めなかった。小林が築いた仕組みは一時的な流行では終わらなかったのである。晴れの日には晴れの日の商売をし、雨の日には雨の日の商売をする。若い頃に語った言葉は晩年になっても変わらなかった。晩年の彼は自らが築いた町の姿を見つめていた。阪急沿線には住宅が広がり、百貨店には多くの人々が集まり、宝塚の舞台には拍手が響く。東宝の映画は全国へ広がり、多くの人々に親しまれていた。銀行員として出発した一人の男が鉄道を作り、住宅地を作り、百貨店を作り、歌劇団を育て、映画文化を育てていったのである。常識から外れた発想こそ新しい可能性があると信じた結果だ。阪急沿線を歩けば今もその発想の跡を見ることができる。駅、百貨店、住宅街があり、人々の暮らしがある。東宝の映画は時代を超えて語り継がれる。小林和美は1957年に亡くなった。それでも彼が描いた構想は今も人々の日常の中で生き続けている。彼の思想は文化と産業を同じ目線で見ていた。阪急、宝塚、東宝という名前の裏には一つの発想が流れている。その構想は今も街の中で静かに息づいている。それでは次回の主役でお会いしましょう。